美味しいもんではないです。僕、過激海苔嫌いですね。めちゃくちゃ食いづらい。こんにちは、黒潮生物研究所客員研究員の平坂です。今回はですね、研究所の皆さんから僕にあるものを食べてほしい、食べろ、食えと、依頼がありまして、研究所にやってまいりました。それが何かというとですね、こちらです。はい、もう皆さんお分かりですね。皆さんのご存知、カギケノリです。でこれがね、そのカギケノリっていう海藻なんですが、パッと見はね、どこにでも生えてそうな海藻で、実際そんなに珍しいものではないんですが、これまで全然その利用価値がない海藻だったのが、最近になってある性質からにわかに脚光を浴びてます。そのね、用途っていうのが牛の餌にすることというか、牛の餌に混ぜ込むことでこのカギケノリを粉末にして、なんと牛のゲップが止まるそうなんですよ。牛っていうのは実はあんまり知られてないんですけど、大量のゲップを放ちます。でそれがね、結構温室効果ガスとして機能しているっていうような話もあって、かなり問題視されてるんですね。ところがこのカギケノリを飼料、餌に 2% 混ぜ込むことによって一気に牛のゲップが収まる、減ると言われてます。平坂に食べさせたら面白いことになるんじゃないかということで、研究所の皆さんから、ドライになったちゃんと乾燥させたカギケノリを支給されました。というわけで、このパキパキに乾いたカギケノリをこれから試食させていただきます。そしてもちろん検証しますよ。これを食べたらゲップが止まる、ゲップが出なくなるっていうのは本当かどうかね。とにもかくにもね、まずは味見をしてみましょう。これ大体ね、もう今カリカリ乾いてるんですけど、生きてる時、生の状態は大体ね、手のひら1杯分ぐらいのボリュームがあったそうです。ただ海藻ってほとんどが水分なんでね。よっ、もう、うわー、何これ、バッキバキ。ちょうどやっぱ海藻は海藻ですね。岩のりみたいな感じです。でもね、見た感じね、決して美味しくなさそうではないですよ。天然の海苔だよって言われたら、あ、そうなんだって食べちゃうような感じ。じゃあ早速いただきます。だいたい1株分ですね。さあ、味はどうなんでしょうね。磯の香り、ちょっと待って、すごいユニークな味がしますね。うわ、飲み込めない。癖がすごい。それうわ、口に入れた瞬間から、もちろん海水の塩の味がする他に、その海藻特有の独特の癖っていうのを感じるんですけど、噛めば噛むほど、口の中に入れてる時間が長いほど、とんでもないえぐみと磯臭さが襲ってきますね。これはね、ごめんなさい、美味しいもんではないです。苦い、えぐい、臭い、三拍子揃ってます。悪い方の三拍子が。いや、これ牛かわいそうもちろんね、牛は実際はその食欲が落ちないように飼料に混ぜ込まれるっていう形で摂取してるようなんですけど、これ単体で食べると結構きついぞ。と言いつつもう一株いくけどね。なんだこれ、ちょっと喉がイガイガする感じもありますね。これは塩気かな。よいしょ、2株目。
僕割と日本でも有数の好き嫌いがない人間なんですけど、僕カギキノリ嫌いですねめちゃくちゃ食いづらい。体がね飲み込むことをね拒否しますこれで2株分は食べ終わったんで、まあ美味しいもんではなかったですけども、とりあえずの完食です。さあここですっごいなんか変な汗が出てきた涙が出てきた。そうです、なんだろう、これあんまり今まで食べたことない味ですね。なんかな、どっかで大学の標本室の味がしますねいやこれは美味しくないぞ。これまで用途がなかった理由は分かりますね。これは多分塩を抜いたとしても癖がすごすぎて人の口には合わないですね。まだずっと口の中にかき気のり味がこびりついてまだ気持ち悪いですね。でもなんかこれ研究所側からの要望ではこれでゲップが収まるかどうかを検証してほしいってことだったんですけど、どういうこれゲップといえばね、コーラですね。もう言わんとしてることはようやく一瞬で理解できましたコーラをガバッと一気飲みしてゲップが出なければ成功っていう考えですね。ちゃんとした生物研究所ですよね、ここね発想がおっさんなんですけど大丈夫ですか？大丈夫です発想がもう完全にただの素人っていうか小学生レベルですけど大丈夫ですか？大丈夫ですわかりました。今ね、かぎけのりを食して間もないタイミングです。でこれでコーラを一気飲みして果たしてゲップが出ないのか言われるがままに検証したいと思います。じゃあいただきます。コーラさあ果たしてかぎけのりは人間のゲップを止めることができませんでした。実験失敗です。誰もが予想してたことなんですけども、そんなうまい話はありません。まあ案の定失敗しましたけどもこれ人間には効かない理由があるっぽいんですよ。これね、そもそもこれ牛のゲップが収まるってどういうメカニズムなのか、ちょっと、黒潮犬の日の出研究員解説をお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このくだらない企画を仕込んだのはあなたですか？まあ私と言っても過言ではないかもしれない。あれですね、多分研究所グルですねまあなんでしょう、ゲップ残念ながら止まりませんでしたけども、はい、これはですね、はい、その牛の胃の中にはですね、はい、メタンを生成する古細菌と言われる、微生物が住んでるんですよ、はい、でそのメタンを生成する細菌が、牛のゲップの、いわゆるメタンの元になるものを生成してるんですが、なるほど。植物を食べた牛はですね、はい、そのまま植物を栄養として摂取できないため、はい、微生物がその植物を分解して、栄養を胃の中で、作って、それがいわゆる牛の栄養になっているんですね。はい、聞いたことがあります。はい、でその栄養になる段階の分解の時にそのメタンが生成されるんですが、はい、このカギケノリをその餌の植物の中に混ぜ込むことでそのメタンの生成させる微生物を減らしてくれるとなるほどいうことなんですね。はい、人間の胃の中にはそういったメタンを大量に生成するような細菌がいないので、はい、
まあそういうことから、まあ、人間のゲップには特に効果はないということなんですね。それはそうですよね。人間反数もしませんしね。はい、そういうことなんです。ちょっと僕試食のタイミングで何回か反数しそうになりましたね。そういった意味では半数の効果があるかもしれないですね。あ、なるほど。だからそういうもう科学的なメカニズムの上ではいゲップが収まるっていうことは明らかになる。はい、そういうことですね。じゃああれですね、皆さん僕が実験してる最中もそういうことは知ってたわけですよね。そうですね。ゲップが止まるわけがない。はい。じゃあなんでこれやらしたんですか。これはですねまあやっぱり一旦この鍵毛のりにやっぱり注目をしてもらうといった点で、まあ平坂さんにはこれを一旦試食してほしいと、はい、そういうことですね。あ、なるほどね。こういう今注目されつつある素晴らしい藻類がいるっていうことを周知させるためのきっかけとしてのこのパフォーマンスだったわけです。はい、まさしくその通りです。はい。いや、いいように使われてしまいましたね。僕もうすうすね、なわけねえだろって気づいてましたけど。というわけで、鍵毛のり、残念ながら人間が食べて美味しいものではありませんが、非常に今後の活用が期待できる装備ということで、皆さんぜひ覚えてください。鍵毛のり。というわけで、今回の実験は以上になります。ご視聴ありがとうございました。鍵毛のり。いただきます。あまずっ。ああ。めちゃめちゃ、なんか涙出てきた。めっちゃまずい。普通に口直しでいや、わかるわ。噛めば噛むほどまずいわ。噛むほどなんかいかがしい、なんか表現が難しい。ないこの表現ないと塩苦い。思う。いや、最初塩っぽくて、最初塩っぽくてなんか普通の海藻やなって感じ。ガジガジいったらなんか謎のなん苦かえぐみみたいなのがうんして、これが鍵毛のりかっていうオリジナルな味は。うわ後味やばかったです今コーラ飲む前の。コーラなかったらやばかったな。でもゲップは出ないかもしれない。抑制されてる。抑制されてるな。僕出ない牛年なんですよ。関係ある？いや、俺、そう。いや、羊年。あ、近いです。いや、まあ、巻き場には放たれてます。確かにそう。放たれてるから、臭くってゲップ出ないです。いや、親切は出たんですよ。出ました。羊年と牛年はゲップが出ないってことがありました。どういうこと？どういうこと？牛年だけど、僕牛年なんだよ。牛のゲップを抑制するんですよ。僕牛年なんですよ。牛年のゲップも抑制するかも。牛のゲップは抑制するけど、牛年のゲップは抑制しない。いや、北村さんいや、出てない。牛年羊で同じ巻き場に放たれてる仲間なんで。は抑制されるかもしれない。大志座じゃない。干支とその星座を大牛座です。大志座。大志座牛年です。俺は出ねえわ。それは出ねえよ。それは出ねえわ。それは出ないよ。これは効果的やん。だからもう実質牛ってことやろ。実質牛です。確かに吉尾なんか。これ白黒だし。実質牛です。実質牛やん。車も白黒だし。もうとか言ってるもんね。うん、確かに。もう美味しかった。インスタ、ツイッターのフォローとチャンネル登録お願いします。